Benvenuti a Vivi Giappone in questa super mega puntata in un tattoo shop qui a Sendai. Vedete, del tattoo shop, c'è anche a Tokyo che c'è un tattoo shop. Oggi Selene si tatuerà un fantastico tattoo sulla gamba. Vedremo il tattoo artist all'opera e lo intervisteremo per capire come viene visto il tatuaggio in Giappone, che tipo di giapponesi si fanno i tatuaggi, in generale comunque il mondo, questo tipo di mondo, qui nel paese del sollevante. Quindi bando alle ciance, alzate il volume e vediamo come va il tatuaggio di Sele. じゃあ今日は本当にインタビューありがとうございます。最初はちょっと簡単な自己紹介でものです。タトゥーは18年くらいやってます。どこで修行しましたか？ここでここで先生いて教えて自分のタトゥーのスタイルはもともと教えてもらったのはアメリカントラディショナルってスタイル教えてもらってであとは日本にいるんで日本の和彫りの全部勉強したりとか。日本ではやっぱりタトゥーアーティストになるために何が必要ですか？何か資格とかライセンスとか。ライセンスはいらないですね。最近でも何か新しい法律とか医者さんたちはタトゥーやることになるとかそういう感じをなんか聞いたことありますけど。まだ今裁判とかやっててまだ決まってないみたいなんですけど。日本とタトゥーについてちょっと聞きたいんですけど、やっぱり日本の社会にはタトゥーをやってる人たちはどう見られてますか？まあ、あんまりよくは見られてないですかね。アンダーグラウンドな感じの。なんか普通に暴力団はタトゥーやってますので、そんなイメージがありますか？結構年上の人、今自分らのお父さんとかお母さんとか、そのくらいの年代の人はまだそんな感じ。自分らくらいの年代になってくると、もうそんな暴力団とかそういうイメージはないですけど。でもまだ社会的にそうですね。社会の会社とかのトップの人がその年代の人なんで、まだそういうイメージは。だから生きづらいっていう。仕事見つかるのも難しい。そういう風なのもありますからね。でもやっぱりタトゥーを入れてる若者増えてます。そうですね。普段はどんなのお客さんはどんな人ですか？年齢的にとかまあいろいろですね。仕事もいろいろだし、これからやっぱりオリンピックですね。2020年にはオリンピックが始まって、でもやっぱり外国人特にタトゥーをやってる人たちは多いんですから、やっぱりまだ温泉に入ってはいけないとか、あとある店にはちょっとタトゥーを入れてる人たちはちょっと立ち入り禁止ですけど、2020年までにはなんか日本なんかすると思いますか？何かこんなやっぱりどうでしょうね。特に何もなさそうな気も。そうですか？多分やっぱりもう観光業をやってたら観光やってたら温泉に入れるようになります。だから大丈夫なとことダメなとことか出てきたりとかするんじゃないですかね。そのくらいじゃないですかね。どうして自分自身はちょっとタトゥーアーティストになりたいと思いましたか？ちっちゃい頃からやっぱ映画が好きで、あと10代の時に好きなバンドの人がタトゥー入れてて、で自分も入れてみたいなと思って入れて、で入れてその絵の綺麗さで感動して自分もやってみたいな。何のバンド？きっかけはどんな？ロカビリーバンドです。ロカビリー。でもやっぱり日本にはタトゥーの長い伝統がありますね。一応何か言えますか？何か日本の入れ墨の歴史とかについて。最初は刑罰の罰で入れ墨入れてたりとか、それからの多分イメージが強くて、でその後に火消しさんってファイヤーマン、ああいう人たちがいっぱい入れてて、そんな感じのファイヤーマンとかがその粋な生き方っていうやつをやってて、それで飛び職とか
そういう人がいっぱい入れてて、ちょっと目立つ感じ。それを引き継いで、昔のヤクザは、今みたいな多分スタイルじゃなかった。ちょっと弱い人助けたりとかもしてて、そういう風なとこから、なんかちょっとこうスタイルが連れてきてて、もうそれで、入れ墨イコールヤクザって今じゃあそういう風な感じに。そういうか、じゃあまずはやっぱり刑罰で、そしてやっぱり火消しさんたちがやって、そしてヤクザもやったら、でも最後はやっぱりヤクザイコールタップの入れ墨というイメージは強くなります。そうですね。暴力団みたいな。暴力団みたいな感じでね。だから一般的なイメージじゃないですかね、多分。でも今は前にさっき言ったより、でも一応若者たちも。どんどんこのアメリカンスタイルみたいなタトゥーも増えてきて、大りだけじゃない入れ墨も増えてきたんで、ちょっとずつやっぱり変わってはきてるんですかね、入れ墨に対する認識っていうか。いつかやっぱりもう自由にタトゥー入れて、もう仕事普通に探せるとか生活できるようになる時代になると思いますか、日本では。そうですね。日本じゃちょっと難しいかもしれないですね、まだ。まだ時間はまだかかると思います。入れ墨で個人的に何か入れ墨入れて問題が普通はありますからね。パチンコできないくらいじゃないですかね。あとお風呂これくらいかな。アメリカとかあと日本のアンダーグラウンドが似てますか。でも多分日本独特のもんだと思いますね。他の国だと入れ墨ってそんなアンダーグラウンドじゃないと思うんで、もうちょっと日本の方が逆にもっとアンダーグラウンドという日本の方が、そうですね。ちょっとこういう風ななんか差別的な感じはやっぱりしますね。アイヌの人とかは結婚したらなんか結婚したマークとして入れたりとか、あと沖縄の人もなんか結婚したりとかすると矢のマーク飛んでいったらもうあと帰ってこないみたいな感じで入れたりとか、そういう風なのを聞いて。そしてやっぱりこのお店には前はちょっと外国人もね働いてましたんですけど、やっぱりどうでしたか。自分らの知らないこととか教えてもらったりとか、交流できて、あと日本のこととか教えたりとか、お互いにこう交換して。海外で働いたことがありますか。海外で働いたことですね。みたいな。ありがとうございます。E quindi questo era il tatuaggio in Giappone, spiegato da Ono, che ha anche fatto questo fantastico tatuaggio a Selene. Ontoni, arigatou gozaimashita. Però spiegaci un attimo, Selene, il significato dei fiori che hai scelto per questo tatuaggio. Allora, i fiori sono quello in basso, il fiore di loto, mentre quello sopra è lo spider lily red o higambana in giapponese. Il fiore di loto rappresenta la metafora della visione verticale del buddismo, del raggiungimento dell'illuminazione, perché il fiore di loto nasce in zone paludose, melmose, quindi povere, umili, per poi invece crescere verso il cielo, quindi è una buona rappresentazione del percorso dall'impurità alla purezza. I fiori di loto hanno vari colori, ogni colore ha un diverso significato. Il colore rosa indica il Buddha in sé, quello bianco è l'illuminazione, quello giallo sono tutte le cose del cuore, mentre quello blu ha un significato particolare, non è l'illuminazione ma un continuo percorso verso una purificazione sia dello spirito che del corpo, della vittoria dello spirito sopra tutte le cose materiali o tutto quello che potrebbe appunto intranciare questo percorso. Quindi non è un raggiungimento ma un viaggio. Mentre l'igambana, il fiore rosso, è il fiore della morte giapponese, questo perché un tempo veniva piantato intorno ai cimiteri perché era velenoso agli animali selvaggi e quindi questi non avrebbero mangiato i morti prima della cremazione. Poi è diventato anche simbolo dell'aldilà perché è considerato sia il fiore che rappresenta tutte le cose, tutto ciò che si separa, che non c'è più, che va via, sia il fiore che accompagna poi i morti verso la meta ultima nell'aldilà, che li accompagna nel loro viaggio. Anche la posizione dei fiori non è casuale, il fiore di loto è in basso perché, appunto come detto prima, essendo che cresce nelle paludi, che cresce dal fondo verso l'alto, viene sempre posizionato più in basso rispetto agli altri soggetti. Il tatuaggio è colorato
perché personalmente lo preferivo colorato, anche se non tutti i tatuaggi giapponesi devono essere colorati, e lo sfondo invece è sempre bianco e nero perché è la tradizione, insomma, di tatuaggi giapponesi, dove lo sfondo di solito è abbastanza tradizionale, nel senso ci sono dei soggetti più o meno prestabiliti come le onde, il vento, quindi questi sono, diciamo, le basi, e poi si possono aggiungere tutti i soggetti preferiti, che può essere il demone, il fiore, la spada, qualsiasi altra cosa. Quindi insomma due fiori dal significato molto profondo, è un bellissimo tatuaggio, veramente complimenti a Serena e complimenti arigato gozaimasu. Quindi spero vi sia piaciuto questo episodio, questa puntata. Da Vivi Giappone è tutto, come sempre mettete mi piace, condividete, iscrivetevi e a frappè. Ciao ciao. E grazie a Raffo e a Elena per aver fatto i camera. Poi un bacio da backstage. Ciao ciao. Ciao ciao.